こんにちは。今回の動画では持続可能な買わない思考11選をお伝えします。このチャンネルでは元雑貨好きマキシマリストで家族との関係をこじらせていた私がたくさんの物、こと、執着を手放してミニマムな心地よい暮らしを目指して整えていくチャンネルです。あっという間に11月が終わり、12月を迎えようとしています。個人的にはお正月よりも年末の雰囲気が好きなのですが、何かとお金がかかる月でもあります。最近上がり続ける灯油代に驚いて、暖の取り方を改めて考えているのですが、そういう暮らしのことを考えたり、調べたりするのは割と好きで楽しんでいます。物を増やさず、買わずとも心が豊かでいられるように、私なりに考えている買わない考え方があります。あくまでも私が考えていることなので、すべての人に当てはまるわけではありませんが、節約が辛いと感じている人は、ぜひ最後までご覧ください。買わない思考。一つ目、買えないんじゃなくて買わない。お金がないときはつい買えないと考えてしまいがちです。私自身、今でも買えないものはたくさんあります。ここ最近は昔よく読んでいた本を手に取って読む機会が多いのですが、70代になってもなお素敵な住まい方、生き方にうっとりすることがあります。インテリアも素敵で、こんなダイニングチェアが欲しいなと思うこともあります。そんな時でも買えないのではなくて買わないだと考えています。無理やりのように思われるかもしれませんが、そうではありません。その椅子も、その素敵な住まい方も、その方が自分の好きな暮らしを模索しながら手に入れて、長く手入れをしながら使い込んだからこそ味わいのある道具やインテリアや佇まいになっているのです。私は今の私に合う暮らし方をして、少ないけれど使いやすい道具をすでに持っています。誰かの使う素敵なものを買い足すのではなくて、今ある使いやすい道具を手入れしながら使うことで、自分らしい住まい方や生き方になっていくのだと思います。買わないを選んで、使わないものを手放せば、より洗練された暮らしが手に入ります。お金を使って買う選択もできますが、買わないを選んで少額でも積立 NISA に投資すれば安心という豊かさも得ることができます。買わない思考2つ目、買わない実験。物を手放すときに幾度となく繰り返している実験ですが、これはあえて実験という考え方が良いです。実験をしていると、今あるものでどうにかおしゃれをしようと工夫をしたり、今ある使っていないものが生き返ることもあります。実験を成功させた時には喜びが湧いてきて達成感すらあります。なくてもいいんだ、買わなくても大丈夫だったという経験ができると、さらに実験もはかどっていきます。買わない思考3つ目、試着はただ。これはおばちゃん感があるかもしれませんが、私が常に口にしていることです。着ない服が家にある状態になるのは、大抵なんか違うという違和感があって着なくなってしまいます。サイズ感、首の開き具合、丈感、着なくなるのはこういうちょっとした期待のズレで起こっています。服を買う上で絶対に必要なことは試着だと思っています。これだけたくさんの人がいて、一人一人体型が違うのに、服のサイズは S、M、L、XL といった数種類しかありません。その中から自分の体型に合うものを選ぶのですから、試着なしで思った通りの服を選ぶなんて至難の業です。試着は少し面倒に思うかもしれませんが、いくら着ても試着はタダです。間違って買ってしまえば高い失敗になりますが、ありがたいことに試着は何度しても無料です。私は M サイズと決めるのではなくて、S も L も試着してみると、トップスは
意外と S の方が体型に合うとか、肩幅が目立つから L サイズの方が似合っているとか、何かしらの発見もあります。試着をせずに買うのはギャンブルのようなものです。ただで試着できるありがたみを感じながら、ぜひ試着してみてくださいね。買わない思考4つ目。コーヒーはスーパーで十分。これはコーヒーだけに言えることではないですが、スーパーで十分なことも多いです。以前コーヒー屋さんで働いていたこともあり、仕事を辞めても美味しいコーヒーは飲み続けたいと思っていました。コーヒーは好きなもので趣味でもあるから多少高くても買うと思っていたのに、実際は高いものは買っていません。今私がコーヒーに求めるものは、私と夫合わせて少なくとも1日4杯飲むことを考えて継続できる価格帯であること。コーヒーも数年後には飲めなくなってしまう希少価値があるものになっているので、これからさらに値上がりしていくことが考えられます。今毎日飲めるだけでもありがたいことだと思いますし、スーパーでも十分に美味しいコーヒーを飲むことができています。かといって安ければいいというわけでもありません。私のこだわりは、安くてエチオピアの豆がブレンドされているもの。エチオピアの豆がブレンドされているものは大抵香りが良くて、ブルーベリーを乗せたオートミールとも合います。安くても美味しいコーヒーを見つけたときはとても幸せな気分になれるので、自分なりの好きな産地を見つけてコーヒーを楽しんでみてください。コーヒーのような毎日飲むものやお米やオートミールなどは固定費がかかるようなものです。持続可能なためにもなるべくコストを上げないように気をつけています。買わない思考5つ目。日常の楽しみを見つける。お出かけや買い物、カフェ巡り、旅行も楽しいですが、それを楽しみにしてしまうと、お金が足りないだけでなく、過去の私のように心が満たされなくなってしまいます。家事を少しでも楽にする工夫を考えたり、部屋を模様替えしておうちカフェを楽しめば、日常の楽しみが増えます。ネットフリックスでインテリアがおしゃれなパディントンの映画を見たり、寝る前にストレンジャーシングスを少しずつ見るのが最近の楽しみです。Kindle Unlimited を利用して、その時々で興味がある本を読んで、すぐに実践することもあります。サブスクは毎月お金がかかるので、見直しも必要ですが、うまく使えばかなりお得に楽しめて、無駄な物欲もなくなります。旅行のような先に楽しみがあるのも良いですが、毎日に小さな楽しみがあると日常はもっと楽しくなります。買わない思考6つ目。手放すのはただ。お金がなくなると途端に手放すことがもったいないと感じてしまうことがあります。ですが、私はお金がないと感じるときほど家の中が散らかっていて、やるべきことがわからず、優先順位がつけられず、無駄買いが増えていました。私の経験上、お金がないと思って焦っているときほど手放すことが有益です。なぜなら手放すことに集中しているときは無駄な買い物をしなくなります。手放すことは無料な上、リサイクルショップに持ち込めばお金が増えることもあります。現に使っていないゲーム機がメルカリで25,000円で売れたり、使わなくなったままごとキッチンが15,000円で売れたりと、家のスペースを圧迫していた散らかる原因になっていたものも減らせてお金が増えるなんて一石二鳥ですよね。無料でできる最高の節約法なので、何かを買い足すことよりも手放すことに集中してみてください。楽しくなって部屋も片付いて運気もアップするはずです。買わない思考7つ目。プライベートブランドで十分。何に関してもそうだと思いますが、こだわりが増えるほどお金はかかります。国産にこだわったり、調味料は良いものを使うとか、こだわればこだわるほどお金はかかります。私もお金に余裕があるときは、ちょっと良いものを使ってみようとか、無添加にこだわってみたこともありますが、
他に出費がかさめば元の安いものに戻してみたりと安定していないことが多かったです。値上げが続いてからはプライベートブランドを買う機会が増えましたが、同じものでも価格が安い上に味も十分に美味しいことが多いです。試してみて時々品質が悪いと思ってやめることもありますが、いろいろ試した結果、定番で購入するものほどプライベートブランドを利用するようになりました。買わない思考8つ目、使い切る方が安い。私がよくやっていた失敗で、安いものを買ったつもりが機能的に足りなくて他のものを買い足して結果として高くつくことがよくあります。コスメも安い下地を買ってみたらかさついてしまって結果スキンケアを買い足すことになったり、夏に少し安いからと下着を買ったのに着心地が悪くて結局すべて買い直したこともあります。目先のことだけを考えて少し安いものを買うよりも多少高くても使い切ることの方が結果的にお金はかかりません。高い安いにかかわらず絶対的に使い切れるものを買うことが一番良いと思います。買わない思考9つ目、消費より生産。時間ができると SNS を見たり出かけたり買い物をしたりとつい消費に時間を使いがちです。お金を使うときに消費、浪費、投資を考えるように、時間を使うときにも消費ではなく生産をすることに意識を向けると、より豊かな時間の使い方ができます。SNS を消費する側から発信する生産側になってみると、思いがけずお金になることもあります。お金にならなかったとしても、自分の考えをまとめて分かりやすく誰かに伝えることが自分の学びにもなります。絵を描く、野菜を育てる、お菓子を作る、DIY をするなど生み出すことに時間を使えば無駄な消費が減るはずです。とは言っても私もまだまだ SNS で時間を消費してしまうこともあるので、YouTube にもっと集中して良い動画を作るように心がけたいと思います。買わない思考10個目、服を買うより髪型を整える。どんなに素敵な服を着ていても、おしゃれをしていても、髪の清潔感がないと一気に老けて見えてしまいます。保護者が集まる場所に行くと、同じ年代でも髪質で全く違って見えることがあります。私もヘアアイロンをしなければ髪がうねってしまうことがありますし、オイルなどをつけなければパサついてカラーしている髪が汚らしく見えてしまうこともあります。服を買うことよりも髪を清潔に整えることで今着ている服がよりよく見えることもあります。服やコスメを買って隠すことよりもヘアスタイルを整えることに注力した方が自分への良い投資になるはずです。買わない思考11個目、少ない靴を磨く方が豊か。靴やバッグはつい増やしてしまいがちですが、靴は意外と高価なものが多いです。私も使い込むほどに風合いが増す革靴が好きで、たくさん持っていたことがありますが、いくつも持っていると風合いが増すほどに履けていませんでした。子育てをしていると革靴の汚れが気になって遊びに集中できなくて、結局安いスニーカーを買い足すということがありました。実際はスニーカーを履いている時間の方が多いので、おしゃれなスニーカーを一足買う方が遊びも楽しめます。たくさんの靴を持つよりもお気に入りの一足を見つけて毎日履きながらお手入れする方がずっと豊かだと感じています。使い切る考えと同じで、多少高くてもお気に入りの靴を履き潰すまで履く方が安いですし、お気に入りなら手入れをするのも苦ではなくなります。帰宅してちょっと拭くのも進んでやりたくなります。いかがでしたか？今回の動画では持続可能な買わない思考11選をお伝えしました。
私なりに考えている思考をまとめてみましたが、結局のところ手放すべきは見栄だということに改めて気づかされました。他の人からどう見られるかの見栄は捨てて、自分がどうありたいかを選択することができれば、自信を持って買わない選択ができるはずです。皆さんの買わない思考もぜひコメントで教えてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。